長座体前屈チェックからやっていきましょう。床に座ってしっかり膝伸ばした状態でどこまで前倒れるかやってみましょう。しっかり膝伸ばしておいてくださいね。最低でも指先がつま先に触れるライン、これが最低です。理想は手首がつま先に当たるぐらいだから、最低ライン指先がつま先に触るぐらいできないとやばいです。ちなみに僕は触れません。しっかりね、膝伸ばしたままこのままちょっと長座でストレッチかけていきましょう。なぜこれができないとまずいのかやりながら解説していきます。よし OK。 そしたらその長座の体勢のまま膝を曲げ伸ばししていきます。手は床ついても OK です。しっかり曲げ切る、伸ばし切る、曲げ切る、伸ばし切る。しっかりね、この前ももをお腹に近づけることで腹筋も使うの皆さん分かりますか？こう前屈ができない原因の一つとして腹筋の筋力不足とか、腹筋を正しく使えてないってことがあります。これなぜかっていうと、長座前屈って前に倒れるんで、前に倒れるときに腹筋を使うんですよね。だから腹筋がない人はね、前屈が苦手なんてことはよくある話です。しっかりね、腹筋意識して行いましょう。 OK。 次は、足肩幅よりちょっと広めに開いてつま先内外にねじっていきましょう。引き続き手は床ついておいても大丈夫です。しっかり内外、呼吸を止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入りすぎないように意識をしましょう。皆さんなんとなく柔軟性がない、体が硬いと太りやすいってイメージってありますよね。でその柔軟性って意味で普通に日常生活暮らす上で長座体前屈がね、指先が、つま先につくっていうのは本当最低ラインです。だから僕もかなりやばいです。一緒にね、やらかくなりましょう。 OK。 次、膝を曲げます。手床についてて大丈夫です。ゆっくりつま先をグッと上げる、つま先グッと上げる。ゆっくりでので上げ切る。このね、すねの筋肉を使っています。長座体前屈できない女性の典型はこれ、つま先が前にこうやって倒れちゃう人多いんですよね。もしくは半長膝とかで、こういう方は大体ずっとヒール履いてたりとかね、こういう地面、椅子に座るときにずっとかかとを浮かせて座ってるとかっていうのがよくある話です。よし OK。 次、お尻のストレッチやっていきます。右足を左こっちに持ってきます。で、この膝をお腹にぐーっとつけます。右のお尻が伸びれば OK です。体を足につけるんじゃないです。足を体につける。で、胸をぐっと開く。上からね、頭を引っ張られてるイメージですね。胸を張っておくと右のお尻伸びてくると思います。ただこの時にね、肩にこう力が入っちゃうと逆効果なんで、肩はそんなに力入れないで右のお尻を伸ばす。胸は張って姿勢は良くしておく。呼吸は止めないようにして、肩ね、力入らないように意識しましょう。よし、これで逆のお尻いきます。左足を右こっちに持ってきて、この足をお腹にぐっとつけます。左のお尻が伸びてくると思います。なるべく胸を張っておきましょう。で、さっき言った柔軟性不足の話なんですけど、柔軟性不足の一番のデメリットって結局こう血管の周りに筋肉がついてるんですけど、筋肉が硬いってことはその血管をぐっと極端な話潰してるイメージです。だから血流が悪くなって、体が冷えてしまって、体温下がる。で、代謝も悪くなって太りやすいっていう悪循環が生まれると思います。よし、次は右足を左足こんな感じで乗せます。で、このまま真正面にぐっと倒れます。なるべく骨盤ぐっと立ててこんな感じですね。で、胸に右足がつくと良いと思います。ただこの体勢そもそもできないよって方、右足前に出しちゃいましょう。これでもね、十分右のお尻伸びるはずです。伸びない方はいろんな角度で探してみましょう。伸びる位置で30秒キープで OK です。こうしたりとかね、いろんな角度で探しましょう。逆に余裕ある方はこの膝をしっかり下に押したまま前に倒れるとより伸びてきます。よし OK。 次逆足いきます。左足を右足に乗せます。これでぐっと姿勢正して前に倒れる。こうやってね、猫背になっちゃうと良くないです。なるべく姿勢を正して
前に倒れる。左のお尻伸びてると思います。この体勢きつい方はこうやって左足前に出しちゃっても OK です。左のお尻を伸ばしています。でね、結局さっきの長座体前屈できない人って骨盤がこう寝ちゃってるので、絶対座ってる時も姿勢悪いんですよね。だから結局腰痛持ちとか肩こり持ちだったりします。OK。次は膝曲げたままこんな感じですね。手は床について左右に倒していきます。でこれだけでも十分、休憩ストレッチなのでこれでもいいんですが、できたら膝は床につける。膝は床につける。こうやって上半身動いちゃってもいいです。膝はしっかり床につけるとよりね、股関節がねじれて効果的です。ただきつい方はこれでももちろん OK。肩ね、あんまりこう力入んないようにね、意識しましょう。皆さんついてこれてますか？きつい方、再生速度ね、早めたり遅めたり、もしくはね、一回動画止めて休憩してもいいですし、一種目丸々飛ばしてサボってもいいです。OK。次、右足前に出しましょう。で、右足の方に体を倒す。右の裏もも、膝の裏伸びると思います。余裕があれば、右手で右のつま先掴んであげましょう。空いてる手で、ちょっと膝を押さえてね、膝しっかり伸ばしてあげると、より効いてきます。ですごい分かりやすいのが、さっき言った骨盤が立たない、こういった立たないでずっとこう猫背になっちゃう人、これがね、すごいね、お腹周りに浮き輪肉がつく原因です。ちょっとやりながら解説していきますね。よし、OK。次、逆足いきます。左足いきます。こうやって伸ばしてこっちに体倒します。これで掴める人は左手で左のつま先掴みましょう。膝ね、しっかり伸ばしておきましょう。きつい人、これぐらいでも十分 OK です。このさっき言った骨盤が寝てる猫背だとなんでお腹周り浮き輪肉がつくかって話なんですけど、例えば野球とかゴルフとかもしくはバスケとか何でもこう体をねねじるっていう動きをするスポーツって、猫背でやるスポーツって一個もないんですよ。だから猫背の状態でねじるっていうのはもうかなり可動域狭くなります。実際にやってみてほしいんですけど、猫背のままやると全然体ねじれないです。よし OK。 次は開脚しましょう。開脚、無理ない範囲でできるところまで開脚したら、この状態でつま先を内外にねじる。手はねこうやって床についててもいいし、背中もたれかかってもいいです。開脚してパタパタ股関節付け根から動かしましょう。要するに結論何が伝えたいかっていうと、猫背のままだとお腹周り腰周りのお肉つきますよと。でさっきの長座前屈ができないと座ってる時猫背になっちゃうから太りやすいですよ。これだけでも覚えておいてください。ごめんなさい、ちょっと説明が下手くそで。呼吸を止めないようにしましょう。 OK。 次はね、足の裏でこうやって合わせて膝をねなるべく外にこっちに開く。手を使ってもいいです。もしくはね、手はこうやって床についてこんな感じでもいいです。普段ねここまで外に開くっていう動きなかなかないので、しっかり外に開くことが目的です。そんなにね伸びてるなーって感覚ないと思うんですけど、できる限り外に開けばそれで OK。 パタ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 、呼吸止めないようにしましょう。手はねこうやって床ついてていいですからね。再生速度変えたりとか、ちょっとね途中サボりながらやってみましょう。 OK。 次、右足をしっかり伸ばします。で開けるところまでぐっとこっちに開いたら真正面に体を倒します。右の内もも伸びてくると思います。右の内ももです。でこれでも十分伸びるんですが、つま先がねこっちに寝ちゃうと効果半減です。なるべくつま先ぐっと上向けておきましょう。内もも伸びますか？呼吸は止めないようにしましょう。内ももが伸びてれば OK。 できたらね膝伸ばしておく。つま先は真上を向けておくと効果的です。 OK。 じゃあこれで逆足いきましょう。左足です。左足を伸ばしてできる限りねこう股関節開いた状態で真正面に体を倒します。左の内もも伸びてますか？でこの後上半身のストレッチも入れておくんですけど、結局長座体前屈ができない原因ってなんか普通に考えると
こう裏ももとかお尻が硬いからって話なんですけど、結構ね、腰、背中、また肩甲骨周りとかが硬いから上半身が前に倒れないって人もいます。なので上半身後半戦でやっていきますので、一緒に最後まで頑張りましょう。内もも伸びてますか？よし、OK。じゃあね、一回これでもう一回前屈やってみましょう。最初と同じように長座体前屈再チェックしてみましょう。僕はね、指先が触れなかったんですが、とりあえずギリギリ触れるようになりました。皆さんどうですか？進んでますかね、ちょっとは。で、今このいけるようになったところ、ちょっと進んだところでこのままキープしてみましょう。膝曲がらないようにしてくださいね。膝曲がったらね、こういったどこまででもいけますからね。膝はしっかり伸ばしておく。触れなかったら触れなくていいんですよ。これでもね、OK。膝、裏もも、しっかり伸ばしましょう。しっかり膝伸ばして、呼吸を止めないで。よし、OK。そして次は一回あぐらをかきましょう。頭の後ろでこんな感じ。手を組んで、ゆっくり背中を丸める。ぐっと胸を張る。繰り返していきましょう。丸めるときはおへそを覗き込む。ぐっと胸を張る。肩腰痛みがない範囲は OK だけど、普段自分が動かさない範囲までゆっくりでいいです。動かしていきましょう。ゆっくり丸めておへそ覗き込んで反らせる。最後10秒サボっても大丈夫です。自分のペースでやりましょう。再生速度ね、途中から速くしたり遅くしたりしても大丈夫です。皆さんが習慣化しやすいペース探してみましょう。 OK。